KBS ホールの舞台を飾る巨大ステンドグラス。旧約聖書の天地創造をイメージした高さ10メートル、幅24メートルの大作です。これが作られた工房が今回の舞台。右京区渦政の住宅街の中にツタが絡まる瀟洒な洋館があります。チェリデザイン工房です。吹き抜けには優しい光が差し込むキャンドル型のステンドグラス。昭和初期に京都で活躍した漆芸作家徳力彦之助さんが自ら設計し、昭和12年に建てたイギリスチューダーゴシック様式の住宅兼アトリエです。ここを拠点に活動しているアーティストが今回の主人公、徳力康野さん93歳です。冒頭で紹介した巨大なステンドグラスは、康野さんが夫の彦之助さんと7年がかりで完成させたものです。その当時、私どもプラスチックの研究をして仕事を工芸に持ち込もうとしてたんです。普通のガラスのステンドグラスではあまりにも重すぎますし、ちょうど私どもアクリルを触ってた自分ですので、そのプラスチックでしたら面白いんじゃないですか。それが上がるよりがね、できたらね。夫徳力彦之助さんは漆芸作家として活躍。これはインドの女性とリュウゼツランを蒔絵で描いたついたて。背景にはなんと卵の殻を数百個。彦之助さんは室町時代末期から代々西本願寺の江戸所を務める伝統的な芸術家系の生まれでありながら、新素材の活用を積極的に進めました。昭和25年頃からは漆に代わる新素材としてプラスチックを使った作品作りも始めていたのでした。そんな夫妻のもとへ昭和40年頃、中京区に建設が計画されていた音楽ホールの顔となるどんちょうの制作依頼が来たのですが、下絵を描き始めた頃になんと建築が中止に。それでも2人は制作への情熱を失わず、昭和45年前代未聞の巨大なアクリル製のステンドグラスを完成させました。とても嬉しかったですね。これだけ大きいものを何事もなしに出来上がったということに喜びを感じましたね。プラスチックアクリルは透明度がね、ものすごいいいんです。光がね、輝いてるって感じがね、ものすごい目に映りましたね。今この館のアトリエでステンドグラスの制作を行っているのは、今回のもう一人の主人公、次男の達樹さんです。1983年に渡米、カリフォルニアの大学でアートを学び、卒業後ガラス工芸の道に進みました。父も母もものづくりしてましたので、そういったところで生まれ育ってますので、自然と何か作りたいなっていうのはありました。ヨーロッパの旅行行った時とかに教会とかでステンドグラスの美しさっていうのは非常に感動したのがきっかけで、そこから始まりましたね。達樹さんはアメリカのオレゴン州から直接素材となる板ガラスを買い付けています。近年はステンドグラス以外にも板ガラスを活用した独創的な作品を発表しています。デザインに合わせてカットした板ガラスを土台となるガラスの上に模様を描く感覚で乗せていきます。700度から800度の窯で焼いてガラスを溶かし一体化させます。これはフュージングと呼ばれるガラスの加工技術です。音楽でフュージョンってありますよね。いろんな音をミックスするような、そういったところから来てる単語なんですけど、フュージングもガラスを熱700度800度ぐらいにしていきますと、ガラス同士がひっついていくっていうか、溶け合って混じり合っていくんですね。手作業ではできない、熱によってやっとこのガラス同士が混じっていくっていうのが非常に面白いので。この作品は虹色の不思議な光を放っています。
ガラスの起源と言われる古代ガラスにインスピレーションを受け、辰木さんが新たに考案した技術を使っています。昔作られたガラスの例えば壺だったりが地中の中に土の中に眠ってしまって、でそれを偶然こう掘り起こして出てきたら、それがこう銀貨って言って虹色に光るんですね。ちょっと青かったりピンク色だったり、自然な力によってこんなに色って変わるもんだなっていうのが非常に感動して、かといって自分の作品土の中に何百年も入れておくわけにはいきませんので、人工的に何かそういう形に近いものが出せないかなというのが思っていまして、辰木さんは特殊な金属溶液を付着させたガラス片を窯の温度を計算しながら何層にも重ね合わせるフュージングによって神秘的な光を放つ作品を作り出すことに成功したのです。辰木さんのガラス工房の奥にあるのが93歳の現役アーティスト徳力康野さんのアトリエです。こちらは2013年に制作した悠久と題した作品。実は康野さんは200年以上前に途絶えた幻の芸術を現代によみがえらせた作家なのです。京都渦政、この洋館の中で美しくも神秘的な作品を作るアーティストがいます。徳力康野さん、御年93歳。300年以上前の豪華客船の調度品がそのまま使われた屋敷の中に、もともとルネッサンス期のイタリアの貴族や権力者に愛された幻の芸術が飾られています。これはおよそ500年前、ヨーロッパで生まれた金唐革と呼ばれる革工芸です。壁紙のように宮殿や寺院の壁に貼る装飾品として珍重されました。その制作には高度な技術や知識が必要とされ、今から200年余り前に途絶えてしまいます。その技術を70年に及ぶ研究の中で日本で今によみがえらせたのが徳力康野さんとその夫彦之助さんです。こちらはルネッサンスを代表する画家ボッティチェリへのオマージュとして徳力夫妻が大きな牛2頭分の皮に金唐革を施した大作です。その文献も何も言い伝えもないんですので、戦後科学が発達しまして科学分析することができるようになりましたんで、古い金唐革の端くれを持ち込みまして分析していただいた結果、塗料が何だとか、それから箔が何でできているかとかいうことが分かりまして、それから本当の研究を復元に取り掛かったんです。現代によみがえった幻の技。牛のなめし側は湿気や紫外線による劣化を防ぐために合金箔を貼って使います。これを金型の間に挟み、およそ30トンの圧力で半日ほどプレスして金型の文様を定着させます。凹凸のある文様、これが金唐革の特徴です。古くは彫金など高度な専門技術と時間をかけて一枚一枚金型が製作されたと考えられていますが、徳力夫妻は粘土や紙などで作成した元型に金属粉を混ぜたアクリル樹脂を流し成形。短期間で金型を作ることを思いつきました。そうすると私でも早いこと次々とアイデアが湧くままに型ができるんです。型押しした革にアクリル絵の具などで彩色し仕上げます。こんなを気張って復元した人がいるんだなと思ってもらえれば嬉しいですね。息子の辰樹さんは安野さんの金唐革の型を生かしたガラス作品も制作しています。辰樹さんと安野さんは親子でありながらアーティストとして刺激を与え合う同士のような間柄。年一度ガラスと金唐革合同の展覧会を開いています。安野さんは93歳を超えた今も
毎日アトリエで額装のアート作品からハンドバッグや財布まで一つ一つ丁寧に制作しています。今から考えたら本当に仕事だけの楽しみで来た人生やったなと思いますねまあ元気なうちはね頑張りたいと思っていますけれども。徳力安野さんと辰樹さん、2人は美しい洋館の中で神秘的な光を操り、悠久の美を作り続ける魔法使いなのです。